にちは、ゆかりです。ここ数年、本当にたくさん服を買ってきました。年間数百万単位で服を買って、手放して、また買って、そういうことを繰り返してきたからこそ、最近は何を買うかより何を買わないかを考えるようになりました。その方が無駄な買い物って減る気がしていて、今日は私が最近買わなくなった服について少しお話ししてみようと思います。買わない服その1、なんとなくおしゃれでいい服。昔はセレクトショップでなんとなくおしゃれでいい服をよく買っていました。今っぽくて雰囲気があって着るだけで少しおしゃれに見えるような服。もちろんその瞬間はすごく素敵に見えていたのですが、気づいたらあまり手が伸びなくなっていました。多分次から次へと新しいものが販売されて、買って手放してみたいなことを繰り返しているうちに、なんとなくおしゃれだけでは心が動かなくなってきたんだと思います。気づいたらその服に込められた考え方や作り手の思想に惹かれるようになっていました。誰がどんな哲学で、そしてどんな感情で作ったのか、どこにこだわりがあって何を表現したいのか、そういう服の方が長く好きでいられるようになりました。だから最近はユニクロみたいに毎日着る実用品として便利な服か、ちゃんと思想や背景に惹かれて選ぶ服か、どちらかになってきました。なんとなくおしゃれに見えるという理由だけで服を買うことはかなり減った気がします。昔はたくさん服を買って毎回違う服を着ることもファッションを楽しむ一つの形でした。それこそ色物をたくさん着ていた時期もあります。でも今は自分らしいと思える服を長く大事に着ている方が前よりしっくりくるようになりました。なんとなくおしゃれだけでは心に残らない。買わない服その2、今の生活に寄り添っていない服。昔はデザインが好きでときめきがある服は多少扱いが難しそうでも買っていたんです。でも最近は今の自分の生活に馴染むかをすごく考えるようになりました。例えば洗えない服。コロナ以降洋服は着たら洗いたいと思うようになって、洗濯に気を使うレーヨンやシルクはほとんど買わなくなりました。あと着るたびに少し気合が必要な服。生地が引っかかりそうだったり、透け感が気になってインナーを考える必要があったり、洋服自体は素敵なのに今日は着なくていいかなっていうのが少しずつ増えていってしまうんですよね。着心地もそうです。見た目は好きでも肩が凝ったり、ウエストに少しストレスがあったり、背中のジップが邪魔だったり、昔はそんな我慢も含めておしゃれだと思っていたんですが、今は試着の段階で少しでもストレスを感じる服はどんなに素敵でも買わなくなりました。結局生活の中で少しずつ不満が積み重なると服と距離ができてしまうんですよね。好きでも生活に馴染まないと結局着なくなる。これって人間関係とちょっと似てるのかもしれません。だから最近は生活に自然と馴染む服を選ぶようになりました。ときめきだけでは服は残らない。買わない服その3、いつか着るかもで買う服。これもすごく多かったなぁと思っていて、例えば美術館に行く日に着たいとか、ちょっといいレストランに行く時に着たいと思った服とか、旅行先で着たら素敵だろうなと思って買った服とか、この服を着るための時間を想像して、それがすごく素敵に思えて買っていたことが多かったなと思います。でも実際はそのタイミングってなかなか来ないんですよね。気づいたらずっとクローゼットで眠っている服になっていました。未来ってわからないのに、先に服だけ準備しておくことでいつか素敵な時間が来るかもしれないってどこか少し心を満たしていた部分もあったのかもしれません。
最近は今ちゃんと着ている服に囲まれている方がずっと満たされている気がしています。とはいえ今でも刺繍の美しい洋服や少し特別なドレスは好きです。でもそれはいつかのために増やし続けるんじゃなくて、コレクションとして自分の中で数を決めて持つようになりました。最近は日常服とコレクションを分けて考えるようになって、毎日着る服に前よりずっと愛着が湧くようになりました。心の豊かさはいつかより今にあった。買わない服その4、安くなる前提の服、消費される服。これもすごく多かったなと思っていて、大量生産ですぐ期間限定価格になったり、シーズン終わりに大量にセールになっていく服。昔はそういう服もよく買っていました。安くなっているととりあえず使えそうとか便利そうって理由をつけて買いやすくなるんですよね。でも実際はそういう理由で選んだ服って気づいたらあまり着ていないことが多くて、今思うとその時点でそこまで気持ちが乗っていなかったんだと思います。使えそうみたいな合理的な理由だけでは長く好きではいられなかったんですよね。今振り返るとちゃんとこれが好きと思って選んだ服しか残っていませんでした。だから最近は流行や価格よりもこれでいいじゃなくてこれがいいとちゃんと思えるかどうかを大事にして服を選ぶようになりました。これでいいじゃなくてこれがいいと思える服が残る。買わない服その後、テンションを上げるためだけに買う服。これもすごく多かったなと思っていて、少し落ち込んでいる時に気分を変えたくて服を買ったり、SNS を見て素敵だなと思ってなんとなく欲しくなったり、今思うとあれっていわゆるドーパミン消費だったのかもしれません。買った瞬間はテンションが上がるんですが、日常に戻るとあまり手が伸びていないことも多くて、服そのものが欲しかったというより、その時の気分を変えたくて買っていたことも多かった気がします。そうやって気分を変えたくて物を増やしていくうちに、だんだん脳が疲れてしまっていたのかもしれません。だから今は何かを増やして気分を上げるより、長く愛用しているものがある方が気持ちが落ち着くようになってきました。一瞬の高揚感より変わらず好きでいられるものの方が心は安定する。こうやって考えてみると、やっぱりちゃんと着ている服ってすごく限られているなぁと思っていて、だから最近は買わない服が自然と決まってきて、無駄な買い物も少しずつ減ってきました。服を増やすことに前ほど振り回されなくなって、今ある好きなものをちゃんと大事にできるようになりました。いやー、というわけで買わない服についてお届けしました。なんか最近本当に何を買うかより何を残したいかの方をよく考えるようになっていて、前は本当に新しい服を買うことの方が楽しかったんですけど、最近はこの服今年も着たいなって思える方が嬉しくて、なので結構何を残すか残せるかとかをたくさん考えるようになっておりまして、実際、最近暑くなってきたので T シャツをね着ようと思って去年買ったユニクロの T シャツを着ようかなと思って出したんですけど、テンションが上がらなくて、ちょっとあるあるかもしれないですけど、で結局私どういう服が好きなんだろう、どういう T シャツが好きなんだろうみたいなことをまた改めて考えたりしておりまして、で最近オーラリーの T シャツを久しぶりに買ったんですよね。っていうような話は、なんかそういうちょっとオタク的な話はコミュニティ限定動画でも作ろうかなと思ったりしているんですけれども、そんなこんなで本日は買わない服についてお届けしました。また次回もゆるーく好きなものとか暮らしについての動画をお届けしたいなと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。